自民維新民食料品の消費税を2年間 0% に、中道改革連合食料品の消費税を恒久的に 0% に、もはや同じではの声。2026衆院選を前に各政党の税金に関する主張を整理しました。自民維新飲食料品の消費税を2年間 0% に、高市首相維新との連立合意を受け検討を加速すると方針転換。食料品をターゲットにする点で野党に歩み寄り、中道改革連合食料品の消費税を恒久的に 0% に、時限的ではなく生活の基礎として定着させる。自民案と対象食料品が全く同じ。立憲民主党1年2年の時限的な食料品税率 0%、 給付付き税額控除を導入するまでのつなぎ期間の差はあるが、やはり食料品 0% で一致。国民民主党一律 5% へ、インフレが収まるまでとにかく手取りを増やす。103万の壁とセットで一律減税だが、目的は他党と同じ物価高対策。日本共産党一律 5% へ、直ちにいずれは廃止。大企業の内部留保に課税すれば財源はある。 5% という数字が国民民主党と被る軟化にたり寄ったりです。特に自民と中道改革連合は間違い探しレベルになっています。しかしよく見てみると似ているからこそ浮き彫りになる思惑があります。1、専門家の視点争点潰しの構図。最近の報道 FNN などでは与党が争点を消しに来たと指摘しています。かつては増税の自民 VS 減税の野党という分かりやすい対立がありましたが、今や自民党までもが2年間 0% と言い出したため、有権者からすれば結局みんな減税って言ってるだけじゃないかと映るわけです。疑問。それなら選挙しなくていいのでは。今の状況を冷ややかに見ればどのボタンを押しても出てくるのは減税という同じもののような状態です。誰がやっても減税ならわざわざ選ぶコストがもったいない。財源の議論を後回しにしている点でも前頭似たり寄ったりである。結局選挙の結果を待たずとも減税の流れは変わらない。そう考えると今回の選挙は政策を選ぶというより、どの党のリーダーにその減税を執行させたいかという顔選びに過ぎないのかもしれません。どの党も同じことを言っているという事実は、裏を返せば国民の不満が臨界点に達し、どの党も減税と言わざるを得なくなったという有権者の勝利とも言えますが、選ぶ側としては違いが見えなくて面倒くさいのが本音ですよね。2、飲食料品なの食料品なの。結論から言うと、中道改革連合も自民維新連合も実はこの言葉の使い分けをかなり曖昧にしています。ですが厳密な定義やこれまでの議論、報道での使われ方を整理すると、ここにも結局どっちでも同じじゃないかと思わせる似た者同士感が隠れています。現状各党の公約や報道での表現は以下のようになっています。自民維新与党連合、主に飲食料品、対象食品、飲料水やジュース、除外されるものお酒、外食。現行の軽減税率のシステムをそのまま 0% に書き換えるだけで済むのである。今の軽減税率の枠組みをそのまま使おうとしているため、お酒と外食を除く飲み物と軽物を指しています。中道改革連合立憲公明、主に食料品、対象、主に食べ物飲み物も含む想定、除外されるものお酒、外食、食卓を守るというイメージ重視。中身は現行制度の流用、生活に不可欠なものというニュアンスを強めるために食という言葉を強調していますが、中身は自民案とほぼ同じです。飲食と食の違い、実務上の話。本来言葉の意味としては微妙に違いますが、選挙対策としては同じものとして扱われています。結論、どちらもスーパーで買う食べ物と飲み物、お酒以外を指しており、実生活への影響は全く同じです。なぜ選挙しなくていい結論が加速するのか。この飲食か食かという言葉の揺れこそが有権者を疲れさせています。議論が細かすぎる。みりんは調味料食品かお酒かといった過去の軽減、税率の不毛な議論を今度は 0% にする範囲で繰り返そうとしています。やってる感が同じ。結局どの党もレジで払うときに 8% 引かれていたものが 0% になるというゴールは同じです。結局外食は高いまま、どの党も外食を 0% にする勇気はありません。財源がかかりすぎるため。つまり私たちが外食は高いねと感じる状況はどの党が勝っても変わりません。まとめ、飲食料品と言おうが食料品と言おうが、お酒と外食以外を安くするという点では全政党が完全一致しています。ここまで細かい表現の差しかないのなら、もうどっちでもいいから早くやってくれと選挙そのものを放り出したくなるのも当然の心理と言えるでしょう。3、年間5兆円。似ているを通り越した現状家計が助かる金額、月々約7300円も、そのために必要な国の予算約5兆円も全く同じです。唯一の違いは2年でやめるかずっと続けるかですが、一度 0% にしたものを2年後に 10% または 8% に戻すのは政治的に極めて困難なため、実質的にはどちらも同じ着地点になると予測されています。隠された数字も実は似ている。減税という甘い言葉の裏で各党がこっそりまたはしぶしぶ認めている負担増の方向性も似通っています。社会保険料という名の隠れ増税。現状減税で足りなくなった5兆円をどこで補うか。似ている動き。どの党も現役世代の社会保険料をこれ以上上げないと言いつつ、高齢者の窓口負担増や企業の拠出金増など税金以外の名前で徴収するシステムを検討しています。お買い物の得する金額が同じ。どの党に投票しても
レジでの支払いは月々7000円8000円安くなる計算です。財源のごまかし方が同じ。5兆円もの大金をどこから持ってくるのか。自民は予備費や成長の果実、中道は政府系ファンドと言っていますが、どちらも埋蔵金があるはずだという希望的観測に基づいている点では売り二つです。負担の押し付け先が同じ。結局減税で足りなくなった分は将来の増税か国債借金で賄うしかありません。そのツケを払うのは誰が勝っても同じ次の世代です。今の状況は A 社も B 社も中身が全く同じ商品をパッケージの色だけ変えて売っているようなものです。 A 社与党は2年を試しと言い、 B 社野党はずっと無料と言っていますが、どちらも倒産財政破綻しないための裏の集金システムはまだ隠したままです。4、中道改革連合と立憲民主党は別なの。中道改革連合は立憲民主党の衆議院側と公明党が合体してできた新しい一つの党です。2026年1月に結成されたばかりのこの新党によって日本の政治図はさらに似た者同士の混迷を深めています。なぜ別なのと感じるのか。その正体、もともと別々だった党が今回の選挙に向けて衆議院議員レベルで合流したため非常にややこしい状態になっています。中道改革連合略称中道、立憲民主党の野田佳彦氏と公明党の斉藤哲夫氏が共同代表を務める新党。立憲民主党参議院地方組織参議院議員や地方議員は立憲民主党という名前のまま残っているケースが多く、ニュースによって呼び方が混在しています。つまり衆議院選挙に出る立憲の人のほとんどは今は中道改革連合という看板に掛け替わっていると理解すれば OK です。結局主張はどうなった？ますます似てきた点。この合流により税金に関する主張はさらにマイルドで似通ったものになりました。合流前の立憲、消費税は時限的に 0% だ、富裕層に課税だと少し尖っていた。合流後の中道改革連合公明党の現実路線が混ざり、食料品の消費税率ゼロ高級化を視野というより具体的でマイルドな表現に。結果として自民党が掲げる期間限定の食料品 0% と中道改革連合の食料品 0% が期限があるかないか程度の差になってしまいました。この新党の誕生で有権者にとっての似ている感はピークに達しています。元自民のパートナー公明と元野党第一党立憲が手を組んだ。掲げる政策は食料品の減税。これに対抗する自民維新連合も食料品の減税を提唱。右を見ても左を見ても食料品の税金をタダにしますという景気の良い話ばかりが並び、どっちが勝っても食料品は安くなるならもう勝手に決めてくれという状況が出来上がっています。この中道改革連合の誕生で逆にじゃあ誰がその財源付けを払うのかという点だけが不透明になっています。5、明確に違う点。唯一数字の上で明確に色が分かれるのは減税の陰に隠された支出の中身です。自民維新連合は防衛費として5年間で43兆円という巨額予算を聖域化しており、そのために法人税や所得税に上乗せする防衛増税を2026年以降に実施する計画を隠していません。一方で中道改革連合はこの防衛予算に数兆円規模のメスを入れ、その分を教育や福祉に回すことで新たな増税を回避しようとしています。しかしこれも視点を変えれば防衛という安全保障のコストを払うか、それとも将来の防衛リスクを背負うかという形を変えた負担の選択に過ぎません。結局のところ入り口である減税額が同じで出口である将来の負担額も名前が変わるだけで大差がないのであれば、私たちがわざわざ選挙で1票を投じる意味はどこにあるのかという疑問は極めて正当なものです。どのパッケージを選んでも私たちが生涯で負担する総額は国家が維持されるために必要なコストとして一定の枠内に収まってしまいます。結論として今回の選挙は何をしてもらうかという政策の選択肢が失われ、どの党の看板であれば自分たちの不満がより和らぐかという感情の浮き所を決める儀式に変質していると言えます。どのボタンを押しても出てくる減税額が同じであれば選挙というプロセスそのものが単なる手続き上のコストに見えてしまうのも無理はありません。6、不都合な真実。減税という甘い言葉の裏側で各党が口を揃えて下げたいと言いつつ、実際には逃れられない数字の現実が社会保険料にあります。ここでも各党の主張は驚くほど同じ構造をしています。まず現状の数字を直視する必要があります。財務省や専門家の試算によれば現役世代が払う社会保険料の率はすでに報酬の3割に迫っています。団塊の世代が全て後期高齢者となることで医療費や介護費を支えるための拠出金は2026年度から数年間でさらに約5兆円、長期的には約8兆円規模で膨らむことが規定路線となっています。これに対し自民維新連合も中道改革連合も揃って現役世代の社会保険料を引き下げるという耳当たりの良い公約を掲げています。自民維新側は医療や介護のデジタルトランスフォーメーションによる効率化や窓口負担の割合を見直すことで現役の負担を減らすと主張しています。一方の中道改革連合も能力に応じた負担という言葉を使いながら同じく医療費の適正化を掲げています。つまり
どちらの陣営も給付を抑えて負担を減らすという理屈では一致しており、どちらが勝っても私たちが直面するのは窓口負担が2割から3割へ増えるといった痛みを伴う改革です。さらに巧妙なのは、どちらも社会保険料を減らす代わりに別のどこかからお金を持ってくるという点です。中道改革連合は金融所得への課税強化や政府系ファンドの運用益を財源にするといい、自民維新側は経済成長による税収増を期待しています。しかし年間数兆円という社会保障費の増加分をこうした不確実な財源だけで埋め切るのは不可能です。結果として各党の公約がどれほど似ているかを示す決定的な事実は、どの党も具体的に何%保険料を下げるかという最終的な数字は明言していないという点にあります。減税については 0% と明確な数字を出すのに、社会保険料については引き下げを目指すという曖昧な表現にとどめています。これはどの党が政権を取っても結局は高齢化に伴う負担増を完全に止める術を持っていないことを示唆しています。結論として、税金と同じように社会保険料についても私たちはどの党がよりマイルドな表現で私たちの負担増を説明してくれるかを選んでいるに過ぎません。減税で1万円戻ってきても社会保険料や窓口負担で1万円以上が出ていくという未来はどの党の公約を読んでも共通しています。このようにどの選択肢を選んでも同じコストを支払わされるのであれば、もはや誰が勝っても自分の財布に大きな違いはないという結論に至るのも無理はありません。7、最悪か最低か。各党の主張がこれほどまでに似通い、どのボタンを押しても同じような減税と負担がセットでついてくる状況では、選挙に行くこと自体が時間の無駄に感じられるのは当然の感覚です。それでもあえてこの似たり寄ったりの選択肢の中から1票を投じる意味を冷徹かつ現実的な視点で整理します。まず私たちが選挙で選んでいるのは実は政策そのものではなく、自分たちが支払うコストの納得感と使い道の優先順位です。例えば自民維新連合と中道改革連合のどちらが勝っても食料品の税率が下がり、社会保険料の負担がどこかで増えるという物理的な未来は変わりません。しかしその余ったお金を新しいミサイルや原発の維持に使うのか、それとも大学授業料の無償化や介護職員の給与に使うのかという国家としての予算の振り分け先だけは各党の議席数によって1兆円単位で動きます。自分が払ったお金がまだ自分の納得できる方に使われる可能性をわずかにでも残すことが1票を投じる実利的な意味になります。次に選挙に行くという行為は政治家に対する監視コストの支払いでもあります。もしどの党も同じだから誰も選挙に行かないという状況が定着すれば、政治家は誰の顔色も伺う必要がなくなります。そうなれば今ようやく各党がしぶしぶ掲げている飲食料品 0% という減税公約すら選挙が終わった瞬間にやはり財源がないので中止しますと簡単に破棄されてしまうでしょう。彼らが似たような減税案を競い合っているのは、有権者が減税をしないやつには投票しないというプレッシャーをかけているからにたなりません。つまり選挙に行くことは彼らに約束を守らせるための重しを置く行為と言えます。さらに今の日本の政治構造において選挙に行かないという選択は現在の状況、つまり今の与党の判断に全てを委ねるという最も強力な現状肯定として機能してしまいます。もしあなたが今の税制や社会保険料の仕組みに1ミリでも不満があるのなら、白票や棄権はその不満を白紙委任という形で肯定に変えてしまいます。どれほど中身が似ていても、あるいはどれほど絶望的な選択肢であっても、その中でより自分の理想に近い嘘をついている方、あるいはよりマシな失敗をしそうな方を選ぶことが自分たちの不利益を最小限に抑える唯一の手段です。結局のところ、選挙とは最高のリーダーを選ぶためのものではなく、最悪の事態を防ぐための消去法です。どのメニューもまずそうに見えるレストランで何も注文せずに座っていれば、店主が勝手に最も高い料理を持ってきてあなたに代金を請求します。その時たとえ同じような味であっても自分の財布と相談してまだマシな一皿を指さしておくことが唯一の自己防衛になります。このようにどれほど似ていても、あるいはどれほど無意味に思えても、最後に自分の財布を守るための最小限の抵抗として1票を投じる意味は残されています。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。